飛燕の前に立つ一人の搭乗員。AI で当時の色を再現してみる。この男は B29 に体当たりした。富士山の上空高度1万メートル。落下山で脱出し生き残った。撃墜数12機。そのうち10機が B29 だった。彼が率いた244戦隊は B29 を73機撃墜している。小林照彦。今日の動画はこの男の物語です。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。1144戦隊の飛燕基板295。 AI で色を入れてみる。小林照彦大尉の上記だ。3式戦闘機飛燕。陸軍で唯一の液冷エンジンを搭載した戦闘機だった。ドイツのダイムラーベンツ DB600 ロチをライセンス生産したエンジンだが、日本の工業力では精密な液冷エンジンの品質を保てなかった。エンジントラブルが絶えず整備に泣かされた機体だった。稼働率は低く、飛べない飛燕が飛行場に並んでいた。それでも244戦隊はこの機体で B29 に立ち向かった。飛行中の飛燕、 AI で色をつけてみる。これは米軍に鹵獲された機体の記録だ。小林照彦は1920年東京に生まれた。国士官中学校を出て陸軍航空士官学校53期に進んだ。1940年6月に卒業。第45戦隊に配属され、軽爆撃機のパイロットとなった。開戦直後、香港攻撃に参加している。その後、砲台飛行学校で指揮官コースを受講。第66戦隊に配属され、北部満州に赴任した。1943年、陸軍は深刻な問題を抱えていた。戦闘機の指揮官が足りない。陸軍は他分野の上級パイロットを戦闘機に転化させる方針を取った。小林も明けの飛行学校に集められ、戦闘機訓練を受けた。軽爆撃機から戦闘機へ、異例の転化だった。大尉に昇進し、訓練終了後は教官として明野に残った。終戦直後、米海軍の偵察機が撮影した調布飛行場を AI でカラーにしてみる。占領軍が進駐前に武装解除の状況を確認するために撮った写真だ。飛燕や颯が飛行場に並んでいる。この調布飛行場が小林の戦いの舞台だった。1944年11月末、小林は飛行第244戦隊の戦隊長に任命された。調布に着任した時、小林は24歳だった。陸軍航空隊で最年少の戦隊長だ。244戦隊の任務は首都東京の防空 B29 の迎撃だった。B29 の編隊が横浜の上空で爆弾を投下している。 AI で色をつけてみる。爆弾が雨のように落ちていく。 B29 スーパーフォートレス。高度1万メートルを巡航できる余圧キャビン。遠隔操作の機銃12艇。飛燕が1万メートルまで上がるには30分以上かかった。やっと追いついても攻撃できるのは一瞬だった。しかも B29 の防御火力は強力で、近づくだけで命がけだった。焼夷弾の炎に包まれる東京。80年前の写真に AI で色を入れてみる。 B29 がもたらした光景だ。1944年12月3日、小林は部隊を率いて初めて B29 編隊に突入した。正面攻撃。 B29 に向かって真正面から突っ込む。帰り火を浴び、小林の飛燕は被弾して討ちた。だが小林は無傷だった。すぐに別の飛燕に乗り換えて離陸した。
しかし、高度を取り直す間に爆撃隊はすでに去っていた。一方、部下たちはこの日、6機の B-29 撃墜を報告した。一部は体当たりによるものだった。全員が無事に帰還した。C-144戦隊のはぐれ隊。AI で当時の色を再現してみる。体当たり部隊の隊員たちだ。B-29 は飛燕の武装では簡単に落ちなかった。12.7 ミリ機銃や20ミリ機関砲を撃ち込んでも致命傷を与えられないことがあった。だから体当たりという手段が生まれた。機体ごとぶつかり B-29 を道連れにする。脱出できれば生き残れる。できなければそれまでだ。体当たりは特攻とは違う。機関を前提とした戦法だった。だが命を懸けていることに変わりはない。富士山の上空を飛ぶ B-29 の編隊 AI でカラーにしてみる。12月22日、渥美半島上空で B-29 を損傷。1月9日、立山上空で B-29 を損傷。時期も被弾し、不時着した。だが、小林はひるまなかった。1945年1月27日、小林の最も有名な戦闘が起きた。B-29 の編隊を迎撃した小林は体当たりを決意した。高度1万メートル、飛燕で B-29 に突っ込んだ。B-29 は富士山上空で墜落していった。小林は機体から脱出し、落下傘で降下した。軽傷で済んだ。4月12日、大月上空でも B-29 と交戦。被弾し、右足に重創を負った。再び落下傘で脱出し、生還した。小林は2度撃墜され、2度脱出し、2度生き残った。飛燕のコックピットに座る小林照彦。AI で色を入れてみる。機体の側面に B-29 の撃墜マークが並んでいる。4発機のシルエットが一つずつ描かれている。小林が自ら撃墜した証だ。1945年5月15日、杉山元帥から244戦隊に部隊艦上が授与された。244戦隊の戦果は B-29 を73機撃墜、92機損傷。小林個人にも武功章と個人艦上が与えられた。市川中一2044戦隊の大理。 AI で色を入れてみる。小林の部下だった。市川は B-29 を9機撃墜した244戦隊屈指のエースだ。1945年4月15日の夜、市川は B-29 を2機撃墜し、1機を損傷させた。そして4機目の B-29 に体当たりした。脱出に成功。負傷したが10日後には復帰していた。小林は日記にこう書いている。部下ながら神であり頭を下げたかったと。市川には前例のない個人艦上と武功章が授与された。だが市川も戦後パイロットとして飛び続けた。1954年9月、飛行事故で命を落とした。飛燕の前に並ぶ244戦隊の搭乗員たち。 AI で色を入れてみる。 B-29 は高度1万メートルを飛ぶ。飛燕でその高度まで上がるのに30分以上かかった。やっと追いついても攻撃できるのは一瞬だった。正面から突っ込むか上から急降下するか、どちらにしても B-29 の防御火力が待ち構えていた。それでも彼らは毎回飛び上がった。5月中旬、244戦隊は知覧に移動した。沖縄上空の哨戒と特攻機の護衛が新たな任務だった。だがこの時期、空戦の機会は少なかった。沖縄が陥落すると部隊は四日市に移動した。これは小林のエピソードとは別の場面で撮られた昭和天皇の写真だ。 AI で色をつけてみる。1945年7月、本土決戦が迫っていた。陸軍は戦力を温存するため交戦禁止命令を出した。敵が来ても戦ってはならない。だが
7月25日、米空母の艦載機が日本上空に現れた。小林は命令に背いた。部下を率いて出撃し、艦載機を迎撃した。少なくとも10機の撃墜を報告した。上官はこの行動を命令違反として非難した。だが、天皇が個人的にこれを称賛した。それ以上何も言われなかった。終戦時、小林の撃墜数は12機。そのうち10機が B-29 だった。航空自衛隊の F-86D 戦闘機。戦争は終わった。小林は佐賀田上に入社し、働きながら明治大学を卒業した。1954年、航空自衛隊に入隊した。3等空佐。アメリカで F-86 セイバーの訓練を受け、帰国後は浜松基地の教官となった。プロペラからジェットへ、時代は変わっていた。飛燕で B-29 に体当たりした男が、今度はジェット機で若いパイロットを育てていた。T-33 ジェット練習機。1957年6月4日、浜松基地。小林が乗る T-33 が離陸直後に異常を起こした。同乗者は脱出し生還した。だが小林は脱出しなかった。眼下には浜松の市街地が広がっていた。このまま脱出すれば無人の機体が住宅地に墜落する。小林は総重艦を握り続け、機体を基地の方向に向けた。機体は基地内に墜落した。小林照彦36歳、2等航佐に特進、小6位の女尉、勲五等随褒章を追贈された。小林照彦、1920年東京に生まれた。軽爆撃機パイロットから戦闘機に転化し、24歳で陸軍最年少の戦隊長になった。 B-29 に体当たりして富士山上空で脱出した。撃墜数12機、そのうち10機が B-29 だった。部下の市川中一を神と呼んだ。市川も戦後空で命を落とした。244戦隊は B-29 を73機撃墜した。体当たりで命を懸けた搭乗員たちがいた。戦後、小林は航空自衛隊でジェット機を飛ばした。1957年 T-33 の事故で殉職。36歳だった。 B-29 に体当たりした時は2度生き残った。だが3度目はなかった。先人たちの犠牲の上に今の平和がある。私たち日本人はこのことを忘れてはいけない。この動画では戦争の記憶を風化させないために、当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。 AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。あなたのご家族やご親戚に戦争を経験された方はいませんか？どんな小さなことでも構いません。コメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。